統学者の福祉が来た。監修バージョンで最も注目されているのは8号宇宙カプセルです。地球の遠方から来た。内部にはアーカイブ室があります。全部で3つのホールがあります。展示は各種ファイルです。これでやっと世界観を揃えることができるようになった。そうだ、もともと私もそう思っていた。それで、火災防止の風。これは防ぎすぎませんか？これを見て間違いに気づきました。確かに。新しいキャラクターパロディの通信もファイルも公開されていません。アーカイブを見たサプライズは一瞬でなくなりました。正式な服を読むのを待つ。でもこれはまだ私にはできません。資料がないなら私がストーリーを作ってもいいでしょう。本戦は大丈夫ですか？そして現実にひどく教育されました。はい、メインラインもカードになりました。新しいストーリーは本当にストーリーで寂しいです。しかし何度も負けて連敗しています。統学者の優れた品質です。風ちゃんはついに隠れた手がかりを見つけた。それが自然の任務だ。8号宇宙カプセルでパロディが見えます。彼女は私たちに枝の子の再現を教えてくれた。彼女と一緒にアッシャーに行く。寛大一級。私たちは長いアルバイトの道を開くことを余儀なくされた。実は好奇心からも。盗聴決戦以来。賢者が行方不明になり、天使を赦免する。今はまた活発になっている。バンギスに来てから。やっぱり一歩先のパロディに会いました。彼女と会話する。そうなる。きっと開け方が間違っています。もう一度会話してみて。そうだ、視線も詰まっている。さすがテスト福だ。実際これは開き方が間違っているからです。タスクにはトリガー範囲があるからです。私たちはバンギスに直接送ります。タスクの核心に直接到達します。タスクを触発する範囲を通過しました。だから遠くから歩いてくれば正常に任務を触発することができます。でも正式服には問題はないと思います。話の後パロディは小さな盗聴装置をくれました。タワー007モード起動。情報を探ってみましょう。広場では3人が声高に密謀している。非常に低い距離で近づいた後、彼らは口を聞かなくなった。私たちはすぐにハイガードだと分かりました。執行者は今こんなに知名度が高いんですか？2人はきっぱりと去っていった。のような役だけを残した。その後彼と会話した。彼はガツガツした態度をとった。キャッチしないのが好き。こんな狂気じみた NPC は初めて見た。私は彼を解放しました。パロッティを見つけて。クローンコークにチラシがあるのを見つけた。ハイガルドが9域に新しい幻の塔を建てたという情報もあります。青い星のために。ちょっと待って。この言葉はどうしてこんなによく知っているのか。 4.0PV 解読では、風ちゃんはかつてこのような言能禁止の標識を発見しました。本来の科学技術禁止。アジュールも。2つのスローガンは驚くほど一致している。両者の間には何か関係があるのではないでしょうか。すぐにクローンコークに来ました。誰かを見つけて訪ねたばかりだ。顔を殴られた。私たちがハイガルドの人間だから。ハイガルドに対する民衆の不満をもう一度感じました。次はショーの答えです。シンメ・アイダの子はハガドの敵対組織だ。エイダの息子に対する神の反対は市民の義務です。甲府の覚悟は良さそうですね。隠れたパロッティを探すしかない。ただ出発前に小型盗聴装置が設置されています。やっぱり、こんなに綺麗なことを言うのは猫に飽きたものだ。すぐに盗聴器で違うメッセージが分かりました。彼らは枝の子の人間じゃない。でもウルカラー中黒枝結社の人は、意外にも拘束依頼。アナツまた新しい勢力が登場した。物色枝結社。意外なことを言わない。彼らも言能に反対している。パロッティはこの組織についてまだ知っている。ウルカラー中黒枝は本来の能力がないと主張している。純粋な青い枝星を主張します。それはプロパガンダの言葉ではないか。本来の科学技術禁止。アジュールも。そしてアルテアダが存在する時間は、大災害前に遡ります。PV にも対応しています。4.0 大惨事の前のアーシャです。しかしこの組織はハイガルドによって武力で鎮圧されました。彼らの思想を取り締まった。はっきり言えば消滅したということだ。これにより 4.0 の PV を拡張することができる。クラウディアはハイガルドの実行者だ。ビルはカイヨシトクの側にあると仮定しましょう。最初に未踏男は女の子をファイルを解読するように招待した。これはファイルがカイヨシトクのものではないということです。別の組織の資料です。覆面女はファイルを盗むために雇われた。彼女の雇い主はウル職の枝結社かもしれない。しかしこれにも疑問があります。覆面所が撤退した時、トンネルの看板に書いてあります。世界のために起こる。自分のために声を出す。このスローガンは物色の枝結社のようだ。ではこのビルは一体どの組織に属しているのでしょうか。それともこれは公共ビルですか。ハイガルドの拠点はありますが、しかし外の宣伝はウル職枝に覆われていた。パロッティの口から、枝のアイデアを支持する人が後を絶たない。今でも言能に反対する人が大勢いる。しかし彼らはカイヨシトクによって武力で鎮圧されました。制御可能な範囲内に保つ。さらなる情報を得るために、再び甲府と話をしました。私たちがウルカラー中黒間結社に参加したいと言った時、彼も不要しない。直接看板を出した。彼は結社の響き人だ。いいやつだ。鉱山はやはりチベットの虎だ。結社の暗号を破った後、結社の場所が分かりました。
鉱山のそばの沈没船にいるなんて。そこが枝の子の拠点だったことを知っておくには、私たちに運ばれただけです。配線に出る。パロディは入り口に2つの道があると言いました。別々に行動する必要がある。パロディは輪番剣者だが、でも彼女は技術的なだけじゃない。それとも武力型の浸透作戦に長けている。私たちは手分けして行動することに同意しました。意外にも我々の水死は不利であった。入った途端に発見された。エレベーターの中に閉じ込められていました。反対側のパロディは進展しています。パロッティには2つの対話がある。これがパパとティティです。彼女こそ幻冬の本当の意味での成分役だ。海のようにグノノにも成分がありますが、副人格は直接コミュニケーションしない。しかしパロディはパパティとティティの2つの人格に完全に分かれています。そして彼女たちはお互いに会話することができます。本当に1つの体に2つの魂が住んでいます。私たちが普段見ている人格はティティです。彼女はパロディの人格だ。パパの発生といえば、受験者の身分を問わなければなりません。輪番受験者はゲソドスネットワークを管理しています。ゲソドスを操作する権限がある。しかし代償は巨大です。操縦者の精神に損傷を与えます。だからローテーションがあります。操縦者が耐えられないのを防ぐことです。でもパロディの状況は特別だ。これらの損傷はパパが負担しています。だからパロディは、長期的に輪番剣者になる理由は、パロディのユニークな擬態を生み出しています。他のキャラクターは1回も2回も自分です。でもパロディは違う。彼女の1回役はティティだ。2番目の写真はパパ。役割を果たす。喜びを倍増。彼女の声にも現れています。特殊音声はパパのものです。しかし現在パパ音声は欠落しています。正式な服を待つしかない。パパの思想はもっと凶暴だ。パロディの抑圧的な事故でもあります。それは彼女の武器からもわかる。スキルを解放した後、周辺の割れた鏡の中で、彼女の里人格です。それはパパ。パパディとティティの会話から見ると、身体操作権を交換することができます。パパの実力はもっと強い。しかし制御できません。パソコンを解読して売るから中黒間結社の資料を発見した。ハガドの否定的なニュースを宣伝する。民衆の半減認識を構築する。なかなか地下組織の風格がある。反対側は基地の資料です。まとめとは、寂しさを見た。中へ探索を続ける。警備ロボットが起動しようとした。パパに直接ハッキングされました。麻痺した。パパの性格はまだやんちゃです。ティティは落ち着いています。区からうちの声が超えた。私たちが閉じ込められたことを知った。パロディも派遣されました。注意しる。この時突進してきたのは枝の子ばかりだった。結社員ではありません。一番奥の部屋はリビアです。しかし右上にはリビタンと書いてあります。タスクが間違っている場合、彼の名前はリビタン・リビア。それは良い手の名前です。ボスとして、彼はまたレベルを実行します。3、5を除いて2を除いて片付けた。死ぬ前に彼は枝の子万歳を叫んだ。うる色の枝は枝の子ハンマーだ。パソコンにはもっと多くの資料がある。人員募集基準についても述べました。ヘガドを憎むべき言能。被害者にとって最善の利益につながる。ウル職モグザたち結社を響きとする。ハイガルドへの不満を招きました。もともと不満だった人に。そして適当な人を選んで枝の子の中に入って。これでやっと枝の子の出所が分かりました。幻冬年代記では、公式情報は、西暦2671年賢者は枝の子を設立しました。任務のように。ウルカラー中黒枝社の設立はもっと早い。でも同じ組織かどうかは分かりません。本来の能力に反対する主張は大災害ですでに存在している。第2の時空回帰では、彼らはおそらくトラブルメーカーです。フリーダが言及した謎の男。枝の人じゃないですか。バージョン 4.0 で明らかになる。パロッティが戦って私たちを救ってくれた。ここで成立した目的を説明しました。枝の子のためにメンバーを吸収することだ。パロッティは幻の塔に行くことを提案した。その後、野外へ。幻冬区は破れているようだ。でもアナツの幻冬はちゃんと動いています。パロディも枝の子への見方を言った。タワーが機能する限り、過激な枝主義を維持している人が続いています。枝の子は滅びきれない。そして主人公はまた魂拷問を始めました。能力を諦めることを考えたか。この時パロディは思い出に陥った。それは9つの領域が幻の塔に改造される前に、エヴァンスが彼女に会いに来た。目的は新しい幻の塔を孵化することです。彼らの会話から私たちはこの世界の真実を知った。幻能の使用を主張する人と幻能に反対する人。これまで闘争をやめたことがない。大災害の後だけ。人々は共通認識を形成した。現在のタワー数は変更なし。これ以上弦の塔を増やすことはできません。しかし、このバランスは結局破られました。エヴァンスは海域隊を口実に、新しい伝統の案を可決した。これはパロディにも魅力的です。人類が止まった時間がついに前進の転機を迎えた。ハイガーラが新しい伝統を改造する目的は、やはりチャンスを求めて。ただその思い出は教えてくれませんでした。火を使った人間の霊です。火は災いだ。同時に天罰でもある。昔から火に関する伝説はいくらか。人類の歴史に多くの災難をもたらしました。しかし人類にも神聖をもたらしました。火がなければ熟食はない。火がなければ人間は獣を追い払うことはできない。火がないと暖を取ることができない。野外で生を求めるには何が必要ですか？どうやって炎を得るかということです。今の元能は火のようだ。
人間はまだそれを把握できていない程度です。これは原子力とどうして似ているのでしょうか。原発が燃えて原子力発電所が爆発した。これらの危害は誰もが知っています。しかし人類が原子力を放棄することはできないことも知っています。これが人間の尊大さだ。手に負えない力をコントロールすることができます。電気も原子力もそうです。未来には新しいエネルギーもそうなることがわかります。このようにしてこそ科学技術は進歩することができる。人類文明は引き続き続くことができる。これが未来の人間主義です。これは大災害前のもう一つの主張でもある。代表的な人物がハイカーダーです。物色枝とは正反対の考え。あなたはどちらがもっと好きですか？今の主役はこのような嵐の中心にいます。私たちの旅行中に、この二つの思想の衝突に触れています。未来も私たちが自分でこの世界の未来を選ぶかもしれない。でもそれも数年後のストーリーだと思います。これで視線は終了。この視線は 4.0 にちょっとした予告をしたんですよね。未来の人類主義とウルショク枝主義の衝突。もしあなたがその時代にいたら、どうやって選びますか？はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の